今回はジュエマ第二次暗黒期を紹介します。ジュエマの暗黒期といって、多くの人が頭に思い浮かべるのが、ボルバルザークが環境を席巻して多くのプレイヤーを引退に追い込んだとされる、ボルバルマスターズの時期や、ボルバルザークと世代交代するように台頭した、ボルメテウスサファイアドラゴンが、環境を支配したサファイア地獄といった、時期を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん、この時期はデュエルマスターズの売り上げは低迷、存続も格や、といった感じになりましたが、なんと、この時期以外にもデュエルマスターズの売り上げが低迷した結果、パックの売り上げが半分以下になった暗黒期を迎えた時期があるのです。しかも、その理由はボルバルのように強力なカードが台頭した結果、プレイヤーが離れていってしまったというものではありません。様々な因果が複雑に絡み合った結果、このようなことになってしまったと言えます。今回は、その第二次暗黒期とも言える時期の紹介になります。それじゃあ、参りましょう。第二次暗黒期の概要。第二次暗黒期を迎える前、新しいパックシリーズである、エピソード3が販売されました。エピソード3最初のパックである、最強戦略パーフェクト12とレイジブスゴッドの売り上げは絶好調。最強戦略パーフェクト12はライオット 5000GT の収録などが、プレイヤーから高い評価を受けて、その前に発売された多くのプレイヤーに愛された初代ブラックボックスパックや、オニマルヘッドが収録されたビクトリーラッシュに、売り上げでは勝っていることから、その人気の高さが伺えます。ゴッドブスレイジも様々な新要素が目白押しで、なんと、この時期は TCG 業界のトップを突っ走る遊戯王のブースターパックより、高い売り上げを誇っていました。ついに政権交代がやってきたのか、このまま売り上げを成長させ続けて、クリスマス商戦にて大爆発。そして、デュエルマスターズが TCG 業界のトップとなる、ことは、ありませんでした。むしろ、これ以降売り上げは大きく低迷。エピソード3が終わる頃には売り上げは半分以下に。次のシリーズであるドラゴンサーガの売り上げは、後に公開された2017年度戦略発表会の売り上げ変遷のスライドと、覚醒編のエキスパンション売上が62億円であることを照らし合わせると、40億円台後半であることが推測され、これは公式に明示された中で全シリーズ中最低売上である、スペクタクルのバーの52億円をもしのぐ圧倒的な商業的不振と言えるでしょう。エピソード3。まずは、エピソード3について解説していきます。エピソード3の当初は、瞳がはっきりと見える人型クリーチャーが多数登場。特に女性、少女型など高い年齢層を狙ったカードが登場し、幅広い層の人気獲得に成功。しかし、新種族アウトレイジを筆頭に、使うなら専用デッキを組む必要のあるカードがほとんどであったため、新規ユーザーにこそ優しいものの、古参ユーザーとしては、アウトレイジ以外の種族デッキを作る意義が薄いため、欲しいカードがあればパックで買うのではなく、シングルカードを買った方がお金を節約することができます。しかも、前回のエキスパンションであるエピソード2で、デニスやオニマルヘッドなど、オーバースペックカードが登場しすぎたことを反省したからか、全体のカードパワーはかなり抑えめに設計されていました。エピソード3はデュエマ市場において、不死鳥編に次ぐ代表的なデフレシリーズとも言われています。つまり、新種族を押しまくって、それ以外の種族をおろそかにしているのにもかかわらず、その新種族も大して強くないため、パックを買う必要がないということになります。カツ丼などのマスコット系のキャラが低年齢層に受けたことによって、人気は保っていましたが、それでも、デュエルマスターズを支え続けていた古参ユーザーが、パックを購入しなくなってしまうことは売り上げに大きな打撃を与えています。とはいえ、これだけに原因があるわけではなく、2013年時点、TCG 業界が全体的に不振であることも大きな要因ですが、それにしろパック自体に魅力が少ないのは致命的です。なんとか持ち直したいクリスマス商戦に向けて発売した、エピソード3最後のパックオメガ無限マックスは、なんと、これまでシガにもかけていなかった競合 TCG、ヴァンガードの拡張パック無限転生に売り上げで負けてしまっています。さすがにこれはやばいと、次回のエキスパンションでは方向性の転換を迫られます。タカラトミーとウィザーズは、この売り上げ低迷の原因を、過去の暗黒期であるスペクタクルのバーと同じく、デュエルマスターズで最も人気の種族であるドラゴンを、減らしてしまったことが大きな原因の一つであるとして、次のエキスパンションでは、方向性を変えて、ドラゴンを前面に押し出したシリーズを作っていくことを決意します。そうして生まれたのが次エキスパンションのドラゴンサーガー。スペクタクルのバーでは、
これで売り上げを回復させることに成功しました。これで今回もうまくいくだろう。いや、むしろ逆でした。このドラゴンサーガは最初に少し説明したように、スペクタクルのバーをしのぐほどの業績不振となってしまっています。非ドラゴンプッシュからドラゴンプッシュに回帰したにもかかわらず、売り上げが落ち込んだという事実は多くの衝撃を残しました。なぜこのようなことになってしまったのでしょうか？次は、ドラゴンサーガを詳しく見ていきましょう。ドラゴンサーガ、名前からもわかる通り、ドラゴンが中心のシリーズ。なんと、このシリーズに登場するベリーレア以上のカードは、無限騎士ビシャスデスラーを除き全てドラゴンということから、その思いっきりプリが伺えます。エピソード3とは違い、パワーカードも多数収録されて、熱血声優外銀河や、竜ス記号 SR スペルサイクリカなど、それらカードによって様々な既存のデッキタイプが強化、あるいは新規デッキタイプを形成するなど、古参ユーザーからしてもこのパックを買う意味はあると言えるものになっていました。売上的には強力なカード性能もあって、パック販売数はエピソード3時を上回りましたが、時代背景もあって、売上は低迷。この時代背景というのか大きな原因で、ドラゴンサーガが発売された時期に原因があります。時は2014年、世間は妖怪ウォッチブーム一色に染められていました。この時期を知っている人ならわかると思いますが、その人気は凄まじく、このシリーズは600万本以上も売り上げており、その勢いは第2のポケモンになるのではと言われていたほどで、2014年の流行語大賞にもノミネートされたほどです。全国の子供たちの関心は、ほとんどがこの妖怪ウォッチに向けられていたと言っても過言ではありません。これだけでもかなりの大打撃ですが、これだけではありませんよ。有名ソシャゲであるパズルドラゴンズ、通称バズドラが流行したのもこの頃。基本無料で遊べてしまうため、遊ぶためにはお金をかけてカードを集める必要がある。TCG にとっては強敵となっていました。なので、スマートフォンを持ち始める中高生はみんなパズドラに夢中。かなり厳しい立場に立たされてしまいました。そして、まだまだ競合はいます。新 TCG であるバディファイトの参入です。これにより、市場の食いつぶし合いが発生。売上の回復を狙って、エピソード3とは違った施策を施し、売上の V 字回復を目指したものの、妖怪ウォッチとパズドラの流行によりターゲットの関心が、デュエルマスターズから離れていってしまったこと、さらには新 TCG バディファイトの参入により、TCG 業界の中でも競争が激化。本当にタイミングが悪すぎて、むしろ売上が下がるという結果になってしまいました。比較対象として、過去の暗黒期であるスペクタクルのバーは、収録内容に魅力が少なかったことが売上低迷の原因でしたが、まさかパックの内容も魅力的かつ大会に影響するパワーカードの数々も収録して、なお売上が下がり続けたというのは、驚愕の歴史です。その後、デュエルマスターズはどうなっていったのでしょうか？その後、関係者向けに発表された2015年度戦略発表会にて、小学生向けの TCG が高年齢層向け化している事実を認めながら、新規参入を促すための施策として革命と称した3つの試みを公表しました。5つ目は、アニメ放送枠の移動。土曜に学校がある小学生に配慮して、日曜の同時間帯に引っ越しすることとなりました。これにより、少しでもターゲットに、デュエルマスターズを認知してもらうことを狙ったのでしょう。3つ目は高レアリチカードの封入率の改善。なんと、革命変異後は1パックに必ずレア以上が封入されるように。実は、ドラゴンサーガの問題点の一つとして、レアカードの封入率の低さが多くのプレイヤーから指摘されていました。ドラゴンサーガ以降はビクトリーレアのさらに上のレア力として、ダブルビクトリーレアが追加されています。熱血声優外銀河なんかがその最たる例でしょう。そのレアリテにふさわしい強さを持つこともあってガチ環境でも大活躍。多くのプレイヤーが外銀河を求めていました。しかし、封入率が異常に低く、1BOX 買ったとて当たらないことなんてザラにあり、1カートン買ったとしても、1枚手に入れることができるかどうかという、本当にびっくりするほどのレアカードでした。それにより、市場価格も高騰。勝ちたければ、多額のお金がいるといった状況に辟易したプレイヤーも、きっと多かったことでしょう。この状況を反省して、レアの封入率を大幅に改善。先ほども言ったように1パックに必ずレア以上が封入されるほか、S レア以上の封入率が6パックに1枚になるなど、大幅な改善が見られます。そして、最後の3つ目はデュエルロードの廃止。全国合計で毎月2000回ほども開催されていた。
全国のおもちゃ専門店で行われている、タカラトミー公認の店舗大会のことですね。よりエンタメ性を高めるために樹祭に再編され、優勝者賞にはボール紙で作られた特製のデッキケースや 3D のプレイシートを贈呈。大会終了後、じゃんけん大会が行われ優勝者にはプロモカードがもらえるなど、楽しさに重きを置いた大会に変更され、デュエルロードに求められていた競技志向の側面は、チャンピオンシップと公認グランプリに引き継がれることになりました。この3つの施策の影響か、革命変異後の2年間、デュエルマスターズの売り上げは V 字回復を果たすことに成功し、今に至ります。革命変以降もとある1枚のカードが3年間近く環境を支配したことにより、そのカードの名前をもじって、デュエルバスターズなんて言われたりもしていましたが、それはまた別の話。以上、デュエマ第2次暗黒期の紹介でした。いかがでしたでしょうか？それと、個人的な話ですが、エピソード3特有の瞳の描かれた人型クリーチャーは可愛くて大好きです。今では20周年レアでシャコガイルやビルヘルムなどが、まさかの可愛い女の子のイラストで登場しているのでそれもいいですよね。動画の感想以外にも皆さんの好きなアイドルカードなんかも、コメント欄に残していってくれると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。